今回の動画はクルーズ船内でも使える eSIM ギグスカイの紹介です。これまでクルーズ旅行中に海上でインターネットを使いたい場合は、クルーズ会社の提示する高い値段のインターネットのパックを購入するしかできませんでした。例えばロイヤルカリビアン社の船内インターネットプランは、ブームサーフプラスストリームインターネットパッケージ。お値段がですね、今これはクルーズ前なんですけども、21.99 ドル、日本円だと今3300円ぐらいします。これがプルゲストプルデイと書いてますので、1泊1人のゲストの値段になります。なので夫婦で乗ってますよという場合はこの値段がですね倍になります。そうすると1泊あたり夫婦で6600円、5泊のクルーズに乗ると合計で33000円になります。結構高いですよね。これでも20% オフなんですけどね。なので急にですね船に乗ってからインターネットが必要だというと、こちらにある 27.99 ドルが必要になります。これは日本円だと4261円、夫婦だと1日あたり8522円、5泊のクルーズだと42,610円。インターネットでこの値段はなかなか払えないですよね。なのでいつも僕はこのパック購入することはありません。いつもクルーズ中はネットを我慢していて、寄港地に着いた時だけですね、その寄港地のネットを使っていました。なので結構ね不便なんですよね。結構お金持ちの方がですねプールサイドで、携帯でですね誰かと話しているのを見ると、お金持ちがいるなと思いながらね横目でいつも見ていました。しかしですねこちらギグスカイというこの eSIM なら使用するデータの制限は限りがあるんですけども、クルーズ船内はもちろん寄港地でもそのまま使えるので、クルーズ旅行に大変便利な SIM となっています。これもね僕もなんとかネット使えないかなってずっと探してて、クルーズのね3日前にね、この SIM 見つけました。なので良かったです。この目的地をクリックすると、クルーズプラスランド eSIM データプラン、こちらをお勧めしています。なぜかというと、これまでですねクルーズ内ではですね船のインターネットパッケージを使わないとネットは使えませんでした。最近スターリンクミニをですね船内に持ち込んで使っている方のね YouTube がちらほら出だしています。ただ没収されたという動画も出てるのでね、少しリスクは少し高いんですけども、この SIM だとね没収されることはありません。なので、今回ねこの SIM を使って明日飛行機に乗ってオーストラリアに行って、明後日からねクルーズ旅行に乗る予定ですので、この SIM 試してみたいと思います。まずはですね、どんな感じで使えるかというと、航行している船の中で使うことができます。もちろん入港中も使えますし、陸上でも使えます。なのでこういったねロイヤルカリビアンの船内だけの Wi-Fi なので、これは寄港地に降りたらもちろん使えないです。家の Wi-Fi と同じですよね。ただこちらの SIM は寄港地に泊まった後、何かその地のツアーとかに参加したりとか観光してもこの SIM そのまま使えます。なので1枚の eSIM で船の中、そして寄港地、そしてこの観光地もね全部使えるというのはかなり便利な SIM です。どんなプランがあるのか少し見ていきましょう。これはねちょっと地域によって分かれてるんですけどね、ほぼ値段一緒なんですよね。例えばこれ南北アメリカカリブ海っていう風になっていて、南北アメリカの近辺のね、こういったプランがあります。どんな国があるかっていうと、こんな感じでねいろんな国がありますよね。アルゼンチンとかね、ボリビア、ブラジル、カナダ、ケイマン諸島、チリ、コロンビア、ドミニカ、エクアドル、南北アメリカですよね。もちろんね、アメリカもあります。なのでアメリカのクルーズに参加される方は、この SIM を買うといいと思います。海の上だけじゃなくて、この地域のね観光している時も SIM がつながります。で今回僕ちょっとオーストラリアに行って、ニュージーランド行きの、クルーズが一つで、それ帰ってきてからですねバヌアツとかニューカレドニアに行くクルーズなので、クルーズアジア太平洋というふうに地域になると思います。こちらを見てみるとですね、オーストラリア入ってますよね。あとはバングラディッシュとかね中国近辺が入って、フィジーもありますね。
日本もあります。インドネシアもあります。マレーシアも入ってますね。はい、ニュージーランド、はい、今回行く国が入ってました。あとはですね、はい、バヌアツもありますね。この国も行く予定です。一応こんな国がね、入ってます。26カ国入ってます。お値段がですね、これはね、一緒なんですよね、ほぼね。アメリカのお値段と。1日だと512メガバイト 19.99 ドル。あとはですね、7日間のタイプだと、はい、1ギガで34.99 ドルの15日間、2週間のクルーズとかね、乗るとこの 59.49 ドル。あとは、最長で30日というクルーズがあって、10ギガ使いたいよって方は、118.99 ドル。5ギガでいいよって方は、76.49 ドルとなっています。このギガ数からもわかるように、家の Wi-Fi とは違って、限界がありますので、ガンガン YouTube を見てたりとか、TikTok の動画を見まくってたりとか、すぐ何日間でなくなっちゃうかのような、ギガ数になっていますので、それはご注意ください。あとはね、ヨーロッパの方も同じ値段なんですけども、はい、世界版に関してはですね、はい、一気に134カ国に増えて、その代わり値段がね、ちょっと上がっています。120日、約4ヶ月使える SIM で 254.99 ドルというのがあります。なので世界一周行かれる方とかはね、はい、こういった SIM いいんじゃないでしょうか。この辺はね、自分がどの期間、どれくらいのデータ数が必要で、どの地域をクルーズするかで選択すればいいと思います。僕の場合は、あさってからですね、ロイヤルカリビアンでオーストラリア発着のニュージーランドクルーズ11泊、その後にオーストラリア発着のバヌアツ、ニューカレドニアクルーズ9泊、途中にシドニー宿泊を含めて全旅程が24泊の旅程なので、こちらのクルーズアジア太平洋ですね。はい、こちらの5ギガを申し込みたいと思います。というのもですね、僕はクルーズ内ではそういった動画をアップしたりとか、動画をすごい見たりとかっていうのは極力しないです。ただ、いつも本当にクルーズで困ってたのがですね、友人からWhatsApp の連絡が来てるのに何日も取れなかったりとか、仕事上のメールが来た時に全然対応ができなかったりとか、お客さんからの問い合わせが来てるのに、2、3泊海の上にいると全然繋がんないんですよね。あとは今回結構 WISE を多用していくと思うんですけど、WISE のお金がもしなくなった時に、ネット送金がね、海の上でもね、ネットが繋がれば、インターネットバンキング、自分の持っている、楽天銀行からね、その WISE に振り込むこともできます。これ便利ですよね。はい。クルーズ上でね、次のクルーズを予約すると、値段お得にね、予約できるっていうものがあるんですけどね、ネクストクルーズっていうのがあって、250ドルぐらいのチケットがもらえたりとかするんですが、お金がないと支払いができないので、いいのがあった時にそれ買えるようにね、WISE ですぐ振り込みができたりとか、はい、そんな感じですかね。メールのチェック、WhatsApp のチェック、YouTube でコメントもらった方に返信したりとか、WISE にお金を振り込んだりとか、そんな手続きをね、したいと思っていますので、5ギガで大丈夫かなと思っています。寄港地に着いた時はね、寄港地の Wi-Fi を使ったりとか、一応携帯がね、楽天モバイルも使っていきますし、もう一個ね、ちょっと試したい SIM があって、それも今回購入していきますので、それだけあればね、十分かなと思っています。たくさん使うよって方はね、この10ギガの方がね、お得ですので、あと、例えば家族でね、家族4人で行くんですけども、子供たちみんな携帯使いたいって方はね、お父さんが10ギガ買って、子供たちね、お父さんの携帯をホットスポットにして、子供たちが、お父さん携帯経由でインターネットを見るっていうこともね、できると思います。あと、こちらのね、クルーズのページの下の方に行ってみるとですね、洋上携帯電話サービスのあるクルーズ船っていうのでね、一覧が載ってますので、自分が乗る予定のクルーズ船がきちんとあるかどうか確認しといてください。今回僕が乗るのがですね、ロイヤルカリビアンのクルーズなので、ロイヤルカリビアン探してみましょう。ありましたね。こちらですね。はい、ロイヤルカリビアン、クリックします。はい、そうすると船の名前が出てきますので、自分が乗る船がここにあるかチェックしていきたいと思います。こちらですね。クォンタム・オブ・ザ・シーズ。はい、きちんとありました。なので、使えると思います。日本からだと、皆さんですね、MSC とかね、乗る方多いんじゃないでしょうかね。はい、こういったところでチェックすることができますし、アメリカに行ってね、乗る方であれば、
有名なところだと、カーニバルとかですね、有名だと思いますので、ここでチェックすることもできます。ここで船がありました。船は OK です。今度はですね、自分の携帯がね、使えるかどうかチェックする必要があります。こちらですね、相性チェックっていう風にね、はい、こちらで自分の携帯電話がですね、iPhone か、Android か、パッドなのか、その他のデバイス、パソコンとかにつなげたいのか、ここでね、ちょっとチェックしていきたいと思います。今回僕がチェックするのはですね、iPhone ですね。iPhone クリックしています。はい。まずはですね、ここに書いてあるように、XS とか XSMAX、XR およびそれ以降と書いていますんで、これ以下のモデルだと、ちょっと使えないみたいですね。もしかしたら eSIM が、このモデルから下になっちゃうと入んないのかもしれませんね。だからここで iPhone の自分のバージョンが何か調べてみてください。ちょっと自分のね iPhone のバージョンがわかんない方、こちら書いてますね。設定一般バージョン情報ですね。これでね見ていくとね、はい、わかります。あともう一つこれですね、SIM ロックなしっていう風にね、表示されてるか、これはきちんと見といた方がいいと思います。はい、時々ですね、携帯電話会社で iPhone 購入している方で、SIM ロックがかかっている、携帯電話会社あると思います。そういった時に SIM ロックがかかっていると eSIM が入んないみたいなので、SIM ロック解除のね、携帯を使ってください。僕の場合はね iPhone16 なので、問題ないと思います。SIM ロックなしですね。問題なく使えそうです。まだ新しい携帯なのでね。それで、これで船は OK、自分の携帯も OK になりました。今度はですね、これね、トラベルデータプランってあるんですけども、トラベルデータプランを押すとですね、はい、これ無料なんですよね。こちらですね、無料の SIM トライアルでギグスカイをお試しいただき、モバイル体験をお楽しみください。クレジットカード必要ありませんとありますんで、実際ね、これで申し込んでみて、100メガバイトだけなんですけどね、使うことができます。船も OK、携帯も OK、でもちょっと心配だよ。いきなり1万円のものをネットで買うっていうのは、そういった方はね、一回これ試してみるといいと思います。アジア太平洋ってなってます。こっち買っとこうかな。7日間使えるみたいで無料になってますんで、オーストラリアも使えるんだ。これいいですね。はい、100メガ、ほんとすぐ終わっちゃう量だと思うんですけども、それでも、携帯がね、使えるか使えないか、チェックできるだけでもね、すごい親切なシステムだなと思います。なので、ちょっと心配な方はね、これでちょっと試してみて、で、OK だったら、欲しい、こういったギガ数をね、購入するということがね、できるかもしれません。はい、あとですね、クルーズのページに行くとですね、クルーズプラスランド eSIM データプランですね。こちらのページに行くとですね、今ですね、このクルーズプレゼントのキャンペーンをやっています。これね、結構ね、でかいキャンペーンなんですよね。キャンペーンの申し込み方法が2つあります。一つはですね、このクルーズプラスランドパッケージを購入すると自動的にクルーズが当たるチャンスに応募できますってあるので、クルーズ乗るよって方はね、こういったパッケージ買えばね、自動的にね、申し込む形になるみたいです。あともう一つ、当選に購入は必要ありませんとなっていて、クルーズ乗る予定ないんだけど、このキャンペーン申し込みたいよっていう方もいると思うんですね。それがこちらのページに書いてますね。応募方法を少し見てみましょう。エントリーには2つの方法があるとなっていて、ギグスカイクルーズ&ランドプラン購入いただくと自動的にエントリーになります。これがまず1つの方法。そしてもう1つがですね、オンラインエントリーってありますね。これが2つ目の方法で、購入しなくても申し込むことができます。その代わりね、お一人様1回限りとあるので、1人で何回もね、応募しないように、それは気をつけてください。それで、これがすごいのがですね、こちら商品がね、結構でかいんですよ。最高$4500のクルーズギフト券を1名様にプレゼントとなっています。この$4500っていうのがですね、日本円にするとですね、今のレートだとですね、68万5000円のクルーズギフト券なので、結構いいクルーズに乗れると思います。今まで何回かクルーズ乗せてもらったんですけども、2人で68万5000円払った覚えないですね。それよりもっと安いクルーズにいつも参加してました。なのでこの68万5000円、$4500っていうのはね、結構豪華なクルーズ期待できますね。これが無料でね、応募できるんであれば、ダメ元でね、しといた方がいいと思います。
一応期間があってですね、こちらがですね、いつだったかな、3月28日までってなってますんで、はい、早めにね、応募しといてください。はい、あとですね、こちら、ギグスカイ、この eSIM に興味がある方はですね、詳細欄にですね、この招待コードっていうのをちょっと載っけておきます。はい、よかったら使ってください。ただこれアカウント作るだけでですね、360円簡単に手に入ります。はい、僕もね、YouTube でね、このギグスカイっていうのをね、外国人の方がやってるのを見て、その方の招待リンク使って、360円もらいました。皆さんもね、360円少しじゃないかって思うかもしれませんけども、結構これ助かると思います。今購入画面来ましたね。はい、こちらを購入するとですね、本来は 13,199 円。15% の割引今されてて、それプラスさっきの360円も引いてくれて、1859.15 円で購入することができます。この360円もね、はい、助かるので、ぜひね、少しでもお得にってね、購入したいって方はね、詳細欄にね、このアカウントを作るだけで、ギグスカイクレジットがもらえる招待コードを貼っておきますんでね、もしよかったらそちらもご活用ください。後ほどね、本当あさってなんですけどね、クルーズに乗ってこのギグスカイっていうのがね、本当に使えるのか、ネットスピードどれぐらい出るんだとか、実際に30日プラン5ギガを使ってみた感想とかね、いや5ギガじゃ全然足んなかったよとか、5ギガでも全然十分だったよとか、どうなるかね、そういった感想とかね、クルーズ旅行終わってからね、動画アップする予定なので、多分1ヶ月後とかにはなると思うんですが、時々このチャンネル覗いてみてください。本当にね、この船の上のネットに比べるとかなり格安ですんでね、船の上でも安くインターネット使いたいって方はね、ぜひこのギグスカイ試してみてください。今回の動画が良かった方は、ぜひいいねボタンもよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。